ナイロン弦とスチール弦。この違いを知っていたら、ギターをやめなかった方が確実にいるでしょう。弦の種類は、初心者の方が最初に知るべき情報の一つです。楽器店で初心者向けとして並んでいるギターの多くは、スチール弦を使用しています。アコースティックギターも、エレキギターも、そのほとんどがスチール弦を使用しています。しかし、指への負担を考えると、初心者にとって続けやすい弦はナイロン弦と言えるでしょう。この逆転が多くの方の挫折を静かに生み続けているように感じます。指が痛くてギターをやめてしまったという経験を持つ方の多くは、スチール弦で挫折をしているのではないでしょうか。ナイロン弦という選択肢があることを知らないまま、自分にはギターが向いていないという結論を出してしまうケースがあります。今回はこの構造を明確にしていきます。重要なことは、スチール弦を弾かない方がいいではありません。初心者の方はギター継続のために知っておいた方が良い前知識であるということを前提にしております。物理的な違いを正確に理解していきましょう。まず、材質と硬さの差です。スチール弦は文字通り金属製です。素材の硬さにより、フレットまで押し込むために指先に力が必要です。さらに弦が細いため、接触面が小さく、指先への圧力が一点に集中します。この集中した握力が初心者の方の指先にダメージを与えます。ナイロン弦は合成繊維製で、素材として明らかに柔らかいです。同じ力で押さえても接触面が広く、指先への圧力が分散されます。押さえる感触が異なり、同じ動作でも指へのダメージが少ないです。この材質の違いが練習翌日の指の状態に直接現れます。テンションの差です。スチール弦はナイロン弦と比較してテンションが高く設定されています。弦をフレットまで押し込むために必要な力が多く、握力や指先の筋力がまだ十分でない初心者にとっては、音を出す前に指が限界を迎えてしまいます。この状態で無理に練習すると、指先の痛みだけでなく、腱への負担もかかってしまう可能性があります。ナイロン弦はテンションが低く設定されており、少ない力で音が出るようになっています。指先の筋力がまだついていない初心者の方が、練習翌日から音を出せる可能性が高くなります。この音が出るという体験が次の練習へのモチベーションにつながっていくんですね。練習継続への具体的な影響を時系列で見ていきます。1日目。弦の跡が指に残る。押さえるたびに痛みがあり、それでも頑張って練習をしようとします。2日目。指が赤くなり、ちょっと触るだけで痛い。そして練習時間を少し短縮し始めます。3日目。痛みが引かず、練習を休むようになってしまいます。4日から1週間目。少し回復したらまた始めようかな。と、先送りが始まります。1ヶ月後。自分にはギターは無理だった。という結論に至る。このパターンで離脱する初心者は非常に多いように感じます。今やっていて、最初の頃を思い出しました。確かに指が腫れて痛かった記憶が強烈に残っています。しかし問題は意志の弱さではないです。痛みがある状態で練習を続けることは、ギターに対してネガティブな感情を積み上げるのと一緒です。その積み重ねが離脱を生むんですね。ナイロン弦で起きること。1日目。弦を押さえる違和感はあるけど、痛みは少ない。よって音が出る体験ができる。2日目。一応同じように練習ができる。指が少しずつですが慣れてくる。
1週間後、指先が弦に慣れてきて違和感が減っている。そして1ヶ月後、痛みを感じることが少なくなってきて、指先に少し硬さが出てきた。それにより押さえる力が安定してきた。これは完全に理想形ですね。ですが、痛みが少ない練習は毎日続けることへの障壁を下げてくれます。続けることで指が慣れることでさらに続けやすくなっていく。このサイクルが継続の構造を作り上げてくれます。音色の違いと適した音楽スタイルについて。スチール弦の音色特性は、明るく輪郭のはっきりした音が特徴です。音の立ち上がりが速く、リズムを刻む演奏やコード弾きに適しています。ポップスやロック、フォークやカントリーなどのジャンルで広く使われています。音量も大きく、バンドやアンサンブルの中でも存在感を発揮してくれるでしょう。ナイロン弦の音色特性は、温かみのある柔らかい音が特徴です。音の余韻が長く、メロディーラインを歌わせる演奏に適しています。クラシック音楽はもちろん、ボサノバやフラメンコ、ソロギターや弾き語りなど幅広いスタイルに対応します。夜の静かな練習環境でもヘッドホンを通して豊かな音楽体験ができます。これらはどちらが優れているではなく、目指す音楽の方向性と環境、練習の環境に合わせた選択が正解と言えるでしょう。欲しい音や弾きたいスタイルが必ず個々にあるため、選択は難しいポイントになるかと思います。指への負担を初期段階でできるだけ抑える工夫をしていくことがいいですね。サイレントクラシックギターが初心者の方にとって最適な理由とは？ナイロン弦を使用するクラシック系のサイレントギターは、指が痛くなりにくい、音が小さい、夜でも弾けるという初心者の3大の課題を同時に解決してくれるでしょう。スチール弦で挫折した経験がある方にとって、これは単なる楽器の選択肢ではないと思います。挫折の原因を根本から取り除いた再出発のための環境設計の一つと言えます。スチール弦で挫折した経験をもしお持ちであれば、ナイロン弦での再挑戦によってそれは上書きが可能です。私もギターを始めた頃はエレアコで指の痛みと戦っていましたが、クラシックギターで F コードを押さえた経験が今でも忘れられません。続けられない原因が道具にある。この可能性を知ることが最初の一歩となるでしょう。あなたがギターを続けられなかった理由は、才能ではなく、弦の硬さだったのかもしれません。サイレントギターについて、クラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。